みんな、澄んだもんなのだ。今日はみんなと一緒に、とっても大きな国、中国を紹介していくのだ。実はね、みんながよく知ってる、中国っていう名前、これが正式な国語として使われ始めたのって、意外にも20世紀に入ってからなのだ。それより前は、清とか、明みたいに、その時の王朝の名前で呼ばれるのが普通だったらしいのだ。びっくりなのだ。今日はそんな中国から、とっておきのニュースをなんと3つも紹介しちゃうのだ。中でも特に注目なのが、今日紹介する3つ目のニュースなのだ。中国、洪水被害の広東省に1億元を復旧支援として交付、という記事なのだ。みんな、聞いてほしいのだ。中国の広東省でね、この前すっごい雨が降って洪水になっちゃったみたいなのだ。広州とかトンガンとか、いろんな町が大変なのだ。それでね、中国のトップの経済機関さんが動いてくれたのだ。国のお金から、なんと1億元、およそ1400万ドルも出すって決めてくれたのだ。このお金は、壊れちゃった道路や水道、病院さんとか、みんなが使う大切な場所を直すために使われるのだ。早く元の生活に戻れるように、応援してくれるってことなのだ。国も災害対策の緊急対応を始めてるのだ。でも、ちょっと安心なのだ。雨はもうすぐ止んで、お天気も回復するらしいのだ。みんな、早く元気になってほしいのだ。このニュース、もっと詳しく知りたいって思ったみんなは、ぜひこの後の動画も見てほしいのだ。今日の動画も面白いって思ったら、高評価とチャンネル登録、よろしくなのだ。それじゃあ、今日も一緒に中国を冒険するのだ。中国は、東アジアに広がる広大な国なのだ。首都は荘厳な北京で、世界人口のおよそ5分の1にあたる約14億人もの人々が暮らしているのだよ。数千年の長い歴史を持つ文明発祥の地であり、政治体制は中国共産党が指導する社会主義国なのだ。経済は世界の工場として発展し、今や IT や AI、宇宙開発といった最先端技術でも世界をリードしているのだ。食文化は八大祭慶に代表されるほど豊かで、漢字や狂劇などの伝統芸能も世界に影響を与えているのだよ。最近では、環境問題への取り組みや、経済のさらなる発展、国際社会での存在感が世界から注目されているのだ。その多様な魅力は、まさに尽きることがないのだよ。一つ目のニュースなのだ。中国、行政簡素化新規則という記事なのだ。中国政府が新しい規則を発表したのだ。これは、役所のお仕事から無駄をなくすため、官僚主義や意味のない形式主義を減らすのが目的なのだ。会議は少なく、お話は短く、書類は簡潔に、そして視察も最小限にするように指示されたのだ。この規則は、中国共産党中央委員会と国務院が共同で発表したのだ。末端の役人さんが無駄な負担から解放されて、もっと効率的にお仕事ができるように、長期的な仕組みを整えるためなのだ。二つ目のニュースなのだ。中国、輸入牛肉政府ガード調査を延長という記事なのだ。中国商務省さんが、輸入牛肉に関する政府ガード調査を延長したのだ。これは案件がとっても複雑で、たくさんの資料や意見を整理するのに時間がかかるからなのだ。もともとは2024年12月27日から始まった調査で、期限は2025年8月6日から3ヶ月延びて、新しい期限は2025年11月26日になったのだ。商務省さんは質問票を使ったり、みんなの話を聞いたり、現場を見に行ったりして、ちゃんと証拠を集めているのだ。国内外のいろんなところから、たくさんの情報が送られてきているから、大変なのだ。この調査は、中国の法律や世界貿易機関、WTO のルールに基づいて進められているのだ。商務省さんは、今後も法律に従って、客観的で公平な判断をするって言っているのだ。そして、みんなと協力して、
世界が安定して貿易できるように頑張るって言っているのだ。とっても大切な調査なのだ。3つ目のニュースなのだ。中国、洪水被害の広東省に1億元を復旧支援として交付という記事なのだ。みんな、聞いてほしいのだ。中国の広東省でね、この前すっごい雨が降って洪水になっちゃったみたいなのだ。広州とかトンガンとか、いろんな町が大変なのだ。それでね、中国のトップの経済機関さんが動いてくれたのだ。国のお金から、なんと1億元、およそ1400万ドルも出すって決めてくれたのだ。このお金は、壊れちゃった道路や水道、病院さんとか、みんなが使う大切な場所を直すために使われるのだ。早く元の生活に戻れるように、応援してくれるってことなのだ。国も災害対策の緊急対応を始めてるのだ。でも、ちょっと安心なのだ。雨はもうすぐ止んで、お天気も回復するらしいのだ。みんな、早く元気になってほしいのだ。今回は、中国の行政簡素化や輸入牛肉の調査延長、そして洪水被災地への支援のニュースだったのだ。無駄を省いたり、公平な貿易を目指したり、困った人を助けたり、中国が様々な課題に積極的に取り組んでいるのが分かったのだ。広大な国だからこそ、その動向は世界の注目を集めているのだね。これからも、その尽きることのない多様な魅力から目が離せないのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。